こんにちは、人間系の那覇為です。この動画では教育に興味のある学生がデータやそれを収集したり処理したりする技術がどのように教育に生かされるのかを知ることでデータサイエンスを学ぶ動機づけとすることを目的としています。私の専門は言語教育、特に外国語としての英語教育ですので、その文脈の中で話をしていきたいと思いますが、なるべく予備知識のない大学1年生でも理解できるように話を進めていければと思います。この動画ではご覧の3つのパートに分けて話を進めていきたいと思います。まずは言語教育と関わりのあるデータです。言語教育、ここでは具体的に英語教育を想定していただきたいと思いますが、それと関わりのあるデータというのを聞いて皆さんどのようなものを思い浮かべるでしょうか。おそらく多くの方は、学校で行われるテストの得点のようなものを思い浮かべる方が、多いと思います。もちろんこれらについても、その平均点だったり得点のばらつきを見たりさまざまな統計処理をして得られることというのは非常にあるんですけども、このテスト得点以外のデータと言われるといかがでしょうか。ここでは言語教育に関わるデータを3つに分けて説明したいと思いますが、これらはあくまで便宜的に3つに分けたものであり、必ずしも全てのデータがこの3つにきれいに分類されるわけではありません。ものによっては重複したりする場合ももちろんあります。ここでは説明の都合上この3つに分けて説明をしていきたいと思います。まず言語そのものに関するデータです。言語そのものに関するデータとして最も身近なものは辞書があると思います。もちろん辞書を作ること自体にデータが使われているという側面もあるんですけども、ここでは単語の意味だったり品種の情報を提供するデータとして捉えたいと思います。また辞書に載っていないような単語の情報、例えば単語の使用頻度だったり単語が獲得される年齢、そういった情報を集めたデータベースというのも存在します。また単語だけではなく実際の言語使用、実際に書かれた文章だったり発話、そういったものをデータ化したものもあります。具体的には新聞、ウェブ、論文などに書かれた言語、また映画やテレビの字幕などをデータ化したものになります。これらは基本的に母語話者が書いたり話したりしたものですので、母語話者による言語データというふうに捉えることもできます。2つ目は教材に関するデータです。教育という分野では教材も重要なデータの一つとなります。最も典型的なものは教科書があると思いますが、英語の場合は特に本文というのがあると思います。この本文をデータ化してどのような単語が出ているかを調査するというのは典型的な方法の一つです。また単語や文法を学ぶときに例文というのがあると思いますが、これらの例文を大量に集めたデータベースというのも存在します。その他教材というのは多岐にわたるんですけども、副教材としてよく使われる多読教材、これに含まれる文章だったりあるいはリスニングの音声を文字化したもの、いわゆるスクリプトというものがデータ化して使われることもあります。3つ目は学習者から得られるデータです。このデータは最も多様で言語教育では最も典型的に使われるものとも言えます。最も分かりやすいのは属性です。これは学習者が所属する学校、学年、学校外の学習状況、あるいは英語学習歴、そういったものを集めたデータになります。また動機づけは言語教育の中でも非常によく使われるデータの一つになります。また先ほどお話ししたようなテスト得点、これももちろん学習者から得られるデータになります。その他英作文やスピーチ、これらももちろん得点や成績がついているものなんですけども、学習者が算出した文章や発話、それ自体がデータとして分析されることもあります。また学校ではない大学や研究所などでは特別な設備や装置を使って例えば英文を読解している際の視線だったり脳の血流量といったデータも収集されます。ここではこれらを総称して認知データと呼びたいと思います。これらのデータのうち大規模なものはコーパスと呼ばれることが多いです。主に母語話者の言語データに示したような電子化された言語データを指してコーパスと呼ぶことが多いんですが、それに限らず例えば認知データでも大規模なものがコーパスと呼ばれることもあります。ではこのようなデータがどのように言語教育に活用されるのでしょうか。さまざまな活用法があるんですけども、ここでは典型的な5つを取り上げています。これらは個々に目的が違うものですが、教育活動、つまり教授、学習、評価などをデータを使ってより効率的、効果的なものにするという点では共通しています。1つ目に教材作成支援があります。これは言語そのもののデータや教材に関するデータを使って頻繁に出てくる単語、つまり重要な単語をリスト化して語彙リストを作るということが典型的に行われます。
また言語教育では絵本も重要な教材の一つになるんですけども、単語の平均獲得年齢、つまり何歳頃にその単語が獲得されるのかといった情報だったり、もうちょっと細かく言うと平均獲得月齢といったデータに基づいて発達段階や年齢に応じた絵本を作るということが行われます。また教科書の文章に出てくる語彙や文の難しさをデータに基づいて評価し、文章の難易度を調整するといったことも行われます。2つ目はテスト作成支援です。古典的な方法としてはテストで使う文章の中に出てくる単語が教科書に出てきた単語かどうかを調べるといった使い方がありますが、もう少し凝った使い方になるとテストで使う文章について、先ほどの教材作成と同じように文章の難易度を評価したり調整したりといったことが行われます。また実際にテストの問題を作るということに関しては簡単な問題、例えばこの単語に意味が最も近い別の単語を選べのような語彙問題かつ選択式の問題であれば半ば自動的に作成することも可能とされています。3つ目は学習支援です。例えばライティングでいうと実際にパソコンで英文を書いているときに綴りや文法の誤りを指摘するツールを使ったことがあるという方も多いんじゃないでしょうか。そのようなツールも学習支援の例の一つになります。また同じライティングでいうとパソコンで英文を書いているときに携帯の予測変換のようにその文脈で使われやすい単語だったりフレーズを提示してくれるようなツールもあります。また語彙あるいは文法の学習ではデータから実際に特定の単語あるいは文法が使われている文を抽出して学習者がそれなりに触れていく中で文法や単語の使われ方などを機能的に学習者自身が学んでいくということを支援することが行われます。4つ目は自動採点です。これは主にライティングスピーキングの話になりますが膨大な学習者のデータから得点の高いライティングやスピーキングの特徴をコンピュータに学習させてそれをもって自動的な評価に利用するということが行われます。最後は認知プロセスの解明です。これは大規模な学習者データ、ここでは作文やスピーチが多いですけども、これを用いて語彙や文法項目、例えば複数形、括弧形、冠詞などがどのように獲得されていくのか、具体的には獲得される順番などを明らかにすることができます。この場合は同じ学習者から何年にもわたってデータを収集した縦断的なデータというのを使ったり、あるいは異なる習熟度、つまり英語力ですね、異なる英語力の学習者のデータを比較するといったことがよく行われます。また算出的な技能だけではなく受容的な技能、例えばリーディングで言えばリーディングのどこでつまずきやすいのかというのを言語データとリーディングに関わる認知データ、これを照らし合わせながら明らかにすることができます。ここまでやや抽象的な話が続きましたがここからは具体的に言語データの実例と簡単な使用法というのを見ていきたいと思います。ここでは語彙データベース、母語話者データ、学習者データの3つを取り上げます。まずは語彙データベースです。ここでは MRC サイコリンギスティックデータベースというのを紹介したいと思います。このデータベースは辞書に載っていないさまざまな単語の情報を蓄積したデータベースになっています。非常にその情報というのが多岐にわたるのでここでは少し絞ってフリークエンシー、これは頻度です。これはつまりコーパスにおける出現回数ということです。ファミリアリティレーティング、これは親密度、英語母語話者がある単語についてどのくらい馴染みがあるのかというのを評定したデータを集めたものになっています。イマジビリティ、これは心臓性、つまりイメージしやすさですけどもその単語がどれくらいイメージしやすいかというのを英語母語話者が評定したデータを集めたものになっています。そして獲得年齢です。これはある単語が獲得される年齢が遅いか早いかそれを英語母語話者が評定したデータを集めたものになっています。こちらはこれらの指標について Apple と Education という2つの単語を調べた結果を示しています。まず最初に出ているのが AOA、Age of Acquisition、獲得年齢ですけどもこちらを見ていただくと Apple と Education を比較すると Education の方が値が高くなっています。ちなみに頻度、フリクエンシー以外の値は100から700の値を取るとされています。エデュケーションの方がアップルよりもその値が高いということはエデュケーションの方がアップルよりもより遅い年齢で獲得されるということを示しています。これは我々の直感とも一致するのではないでしょうか。続いてファミリアリティ、親密度です。親密度では Apple とエデュケーションの値は大きくは変わりませんのでこれらは英語母語者にとってどれだけ馴染み深いかという点では大きく変わらないということが言えます。またこの値の上限は700ですので2つとも600近い値が出ているということはこれらの単語は英語母語者にとって非常に馴染み深い単語だということが言えると思います。
続いてイマージャビリティ、イメージしやすさですけども、これについてはエデュケーションよりも Apple の方がその値が高くなっています。これはエデュケーションに比べて Apple は具体物ですので、Apple の方が値が高くなるというのも我々の直感とも一致していると思います。最後にフリクエンシー、使用回数、頻度ですけども、これを比べてみると Apple よりもエデュケーションの方がその使用回数の方が非常に多くなっています。このように、辞書に載っていない情報をデータベース化することで単語の特徴というのを単なる意味や品詞以外も含めて多面的に捉えるということが可能になります。続いてのデータは母語話者データです。こちらは2020年のパンデミックによってそれに関する記事や投稿が急増したことを受けてそれらを蓄積したデータベースコーパスになっています。このコーパスを使うことでパンデミックに関連した単語の使われ方を知ることができたり、パンデミックに関して人々が何を言っていたのかあるいは思っていたのかというのを明らかにすることができます。ここでは、パンデミックの時によく使われる、ソーシャルディスタンスを取るという表現を英語で何というかを考えていただきたいと思いますが、具体的には、この取るという単語に値する動詞の英単語ですね。これが、何であるかというのを考えていただきたいと思います。ちなみに、我々が普段使うようなソーシャルディスタンスという言葉を言うときは英語だとソーシャルディスタンシングと ing がつく形で使われることが多いです。ですので今回も ing がつく形もつかない形も含めて検索できるように設定しています。また実際にはフィジカルディスタンシングという言葉の使用の方が推奨されているんですけども、ここではソーシャルディスタンスあるいはディスタンシングの方が頻度が非常に多いということでそちらを例に考えたいと思います。ではこちらは、実際にソーシャルディスタンスあるいはソーシャルディスタンシングの左側に来る単語を基準に並べ替えた結果になります。これを見て分かる通りソーシャルディスタンスあるいはソーシャルディスタンシングの前にメインテインという単語が来ていることが分かると思います。またこちらは実際に、ソーシャルディスタンスあるいはソーシャルディスタンシングの左側2語に来る動詞を、検索してその回数をカウントした結果になります。これを見て分かる通り、メインテイン、保つという意味の単語はやはりよく使われているということが分かると思います。考えてみれば日本語でも距離を取るとも言うんですけども距離を保つとも言うので、これは日本語とも同じ感覚なのかなと思います。また、これは一般のコーパス、パンデミックのコーパスではなく一般のコーパスで、ソーシャルディスタンスではなくディスタンスだけで、同じように検索しても、メインテインというのは高頻度で出てきます。また同じような保つという意味で、キープというのもディスタンスとの組み合わせでは、非常に多く出てくるんですけども、このメインテインの下にある、practice, follow, ensure, observe, enforce、この辺りの単語というのは、ディスタンスだけとの組み合わせでは出てこないので、これらの単語は特にソーシャルディスタンスに使われる特徴的な動詞というふうに言うこともできると思います。実際にソーシャルディスタンシングサインで画像検索をしてみるとこのうちの例えば practice、ensure、observe あたりが非常によく使われているということがわかると思います。ただ follow のような単語は少し注意が必要で実際に文脈を見てみると follow の後には The Social Distancing Rules、Guideline、Protocol のようにソーシャルディスタンシングの後に来る名詞にかかる形で使われていることが多いです。なのでもちろんデータの数値も大事なんですが実際に文脈を見ることがデータの正しい解釈には必要になってきます。文脈にまた戻りますと今回は ing がつかないソーシャルディスタンスの形ですがそれを見ると直前に to という前置詞がついていることが分かります。実際に文を見てみますと We know how to social distance. If we want to social distance, Americans should continue to social distance. We encourage everyone to social distance. It's very difficult for students to social distance. Those attending will be asked to social distance, wear mask and wash hands. これらの文を見て分かる通りソーシャルディスタンスという単語がここではそれ自体が社会的距離を取るという動詞として使われています。そもそもソーシャルディスタンシングと ing がつく形があることから、動詞の用法があるということは推測できるんですけどもこのようにソーシャルディスタンスのように比較的新しく使われるようになった単語でもデータに基づけばその使い方ということを知ることができそのような語彙の使われ方を指導あるいは学習に生かすことが可能になります。3つ目は学習者データです。ここでは日本語を母語とする英語学習者の作文データを例にしたいと思いますがこのデータは The International Corpus Network of Asian Learners of English というコーパスからのデータを利用したものになっています。このコーパスは Asian Learners ですので日本語を母語とする英語学習者だけではなくアジア各国の学習者の作文データそして英語母語者の作文データも含んでいます。
こちらは日本語を母語とする英語学習者の作文データの中で使用頻度の高い語をリスト化したものになっています。英語という言語の性質上、漢詩や前置詞などの機能語が多くなっているんですけども、これは英語母語者を対象として同じような検索をしても似たような結果になります。ですが、興味があるのは、このような結果ではなく、英語母語者と比較して英語学習者がどのような単語をよく使っているのか、あるいは使っていないのかということだと思います。ですので、こちらが日本語を母語とする英語学習者の作文データを英語母語者と比較した結果になっています。左側がオーバーユース、英語学習者が過剰使用しているもの、右側がアンダーユース、英語学習者が過小使用しているものになります。このような比較をする際にもデータ分析や統計の技術というのが使われています。一番上の行を見ると、過剰使用しているものが we、過小使用しているものが would になっていると思います。would は will の過去形ではあるんですが、実際の文脈を見てみると多くの場合何々だろうという推量の形で使われていることが多いです。ですので、日本語を母語とする英語学習者は英語母語者と比較してこのような推量の would が作文の中であまり使うことがない、あるいは使えないということがわかると思います。また、オーバーユースの方には、think という単語があり、アンダーユースの方には、believe という単語があります。このことから、日本語を母語とする英語学習者は作文の中で think という単語を使いがちなんですが、母語者は、似たような意味で believe という単語を使っている可能性も考えられます。このように学習者から得られる言語データに基づけば、学習者が使用する言語の特徴というのを明らかにすることができます。ここまではデータの実例と簡単な仕様を見てきたんですけども、これ以降はこれまでのデータがもう少し段階を踏んでどのように活用されるのか、いわばデータの応用事例というのを見ていきたいと思います。ここでは文章の評価、学習支援、認知プロセスの解明の3つを説明していきます。まずは文章の評価です。ここでは簡単にリーディング用の文章の難易度というのを考えてみたいと思いますが、リーディング用の文章の難易度を考えるときにそれに影響するのはまず語数というのがあると思います。これはもちろん長ければ長いほどその文章が難しいということですが、もちろんその語数だけで難易度は決まらず、例えば単語の難易度のようなものも重要だということはわかると思います。そこでここではデータを利用して単語の特徴、語彙の特徴というのを評価することで語彙の難易度を間接的に評価します。具体的には単語の長さのほかデータベースの例で見たようなコーパスにおける使用頻度、獲得年齢、親密度、そういったデータを使用します。また一つの単語だけではなく複数の語が組み合わさった時、例えば make a mistake なんていうのはよく使われる語の組み合わせだと思いますが、それらの特徴、つまりそれらの頻度だったり親密度、あるいは組み合わせの強さ、そういったものもデータとして使用されます。また文の特徴については文の長さ、節約の複雑さ、文構造の類似性などをデータ化して使用します。これらはいわば文構造の複雑さの指標となるものです。また文章のまとまり、これを専門的に結束性と言いますが、これを文や段落間の語彙の重複、文や段落間の意味の関連度、あるいは接続表現の使用頻度、こういったものをデータ化してどの程度文章にまとまりがあるかというのを評価します。文や段落間の語彙の重複というのはなんとなくイメージが湧くと思うんですけども、文や段落間の意味の関連度、これはどのように評価できるのかというと、これも実はデータをもとに評価することができます。こちらはエデュケーションという単語についてあるコーパスに基づいてエデュケーションと似た意味を持つ単語を抽出したものになっています。厳密にはいわゆる類義語のようなものだけではなくエデュケーションと同じ文脈で使われやすい単語というのを抽出しているんですけども、実際にエデュケーションの周りにある単語、スクールスとかカリキュラー、ボケーショナル、カレッジス、これらを見てみると確かにエデュケーションと意味的に関連している、あるいはエデュケーションと同じ文脈で使われやすい単語だというのは理解できるかなと思います。このような技術を使って文や段落間の意味の関連度というのを評価し、文章のまとまりを評価していくわけですが、実際に文章の難易度をどのように評価するのかというと、まず大量の文章データというのを準備して、それには専門家がその文章の難易度、例えばレベル1、レベル2のような難易度データというのを付与しています。それらを使ってどのような文章が難しくなるのかというのを語彙や文章の特徴に基づいて機械学習によってモデル化し、それを新たな文章データ、つまり評価データに生かすという流れで文章の評価が行われます。同じ文章の評価という点ではライティングやスピーキングデータの自動評価も同じような考えなんですけども、ライティングやスピーキングデータは学習者から得られるデータですので、そこにエラーが含まれます。ですので綴り、語の使用法、文法、こういったもののエラーの割合というのが重要なデータになってきます。
またスピーキングでは発音や流暢さなどの音声情報もデータとして扱われます。先ほどのリーディング用の文章の評価と同じようにライティングスピーキングのデータでも採点者が得点あるいは成績をつけた大量のデータというのを準備し、それをもとにどのようなライティングスピーキングが得点が高くなるのかというのを語彙や文の特徴をもとに機械学習によって学び、それをもとに評価データ評価するということが行われます。これ以降毎回言及することはしないですけども、多くのケースでこのような機械学習の技術が援用されています。ライティングおよびスピーキングの自動評価は現在のところ全自動化は難しいとされていて、人が行っていた採点を半減するような、いわば半自動化の形で使われていることがほとんどだと思います。続いては学習支援です。ここでは具体的な学習支援ツールを見ていきたいと思いますが、まずは英語論文の執筆を支援するアカデミックワードサジェッションマシンというのを紹介したいと思います。こちらは Web のツールですけども、まず書きたい論文の分野を選択します。そして次に書きたい論文のセクション、これはイントロダクションだとかメソッド、ディスカッションなどがあると思いますけども、それを選択し、次にムーブ、これは書きたい文の機能だったり内容です。例えばこの研究の独自性を主張したいといったようなことを選択します。するとこの一番右側に選択した分野セクションムーブにおいて使用されやすいフレーズ、ここでは4語からなる表現ですけども、これを提示してくれています。これをヒントに英語の論文というのを書いていくわけです。またこのキーワードというセクションにいくつかの単語、ここでは The purpose of this というのを入れると、そのセクションムーブで使われやすい次に来る単語だったりフレーズというのを画面のように提示してくれています。このようなことが可能になるのもこのツールの裏に大量の論文データというのがあって、それを分析しているということは容易に推測できるかと思います。ですので実際にその大量の論文データの中から先ほどの The purpose of this のようなフレーズがどのように使われているのかというのを文脈とともに確認することができます。2つ目は文法学習を支援するツールの例です。文法というと指導者が文法規則を説明してそれを聞いて学ぶというような形を想像する方が多いかもしれませんが、ここで示している DDL、これはデータドリブンラーニングの略で日本語だとデータ駆動型学習ですけども、この学習法では専用のツールを使って学習者自身が多数の言語データを観察し、自ら文法の規則性や単語の使われ方を発見して学ぶという機能的学習者主導の学習方法になっています。このツールでは例えば like を検索するとデータベースの中から like を含む例文というのが全て抽出されています。全ての英文は発音も確認できるようになっています。またツールの機能を使うと抽出された例文をキーワードを文の真ん中に置く形で表示することができ、キーワードの前後の単語で並べ替えもすることができるんですが、ここではキーワードの右側1号に現れる単語を基準にアルファベット順に並べ替えています。これを見ると like の後には動詞プラス ing の形、あるいは to プラス動詞の原型という形が来ていることが一目でわかります。一方で enjoy を調べてみると動詞プラス ing の形は来ているんですが to プラス動詞の原型という形は来ていないことがわかります。このようにして文法データから機能的に学ぶことを促すツールになっています。このツールでは自学自習できるように英語クイズ、ここでは並べ替えのクイズですけども、その機能もこのツールには搭載されています。最後に認知プロセスの解明です。ここでは英文読解の認知プロセスについて考えてみたいと思いますが、今動画の中でピンクの丸と黄緑の丸が細かに動いているのが見えると思います。この映像は何を示しているでしょうか。これは実際に私の自分の研究で使っているデータになります。おおよそ推測ができると思いますが、これは英文読解をしている際の視線を計測したデータになっています。具体的には視線が停留している時間、停留している回数、視線の動きの幅、読み戻り、読み飛ばしなどをデータ化します。そのようなデータを文章の評価で説明したような語彙の特徴、文の特徴、文章のまとまり、それらを評価したデータと組み合わせることで学習者がどのような文章で読解に困難を感じるのか、いわばつまずきがあるのかというのを明らかにしようとしています。ただ文章の質評価とは異なり実際のリーディングデータは学習者から得られるデータですので、学習者の特徴として英語力だったり動機づけ、あるいはどのような法略を使っているか、そういったデータも重要になってきます。それではこの動画のまとめです。まず言語教育に関するデータには言語そのもの、教材、学習者に関するデータがあります。
それらのデータは教材やテストの作成、学習支援、自動採点、認知プロセスの解明などに応用されます。いわゆるコーパスなどの大規模データを活用すれば、言語のさまざまな側面や使われ方、学習者言語の特徴などを知ることができます。大規模データと機械学習などの技術を組み合わせることで、データの応用的な使い方が可能になります。動画は以上です。